こんにちは。一級ジュエリーコーディネーターでありジュエリーデザイナーの橋本海です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、年末の動画で、私自身のジュエリーを初めてジュエリーリフォームするんですよっていうお話をさせていただいたと思うんですけれども、その続きの動画になります。今回は、ジュエリーリフォームというのはこういった方法というか種類があるんですよというのと、皆様が一番聞きたいところ、疑問に思っているところ、不安に思っているところはここじゃないかなって思うのをちょっとお答えをしたいなと思います。まずはジュエリーリフォームにはこういった種類方法がありますよってお話をさせていただきたいなと思います。ジュエリーリフォームはですね、大きく分けるといくつかな、3つ3つ方法があります。1つ目はですね、プチリフォームですね。今お持ちのジュエリーの大きな形は変えずにですね、少し何かを追加してあげる。例えば結婚指輪に新しく宝石を留めたりですとか、ペンダントだったら留め金の部分を加工し直して例えばブローチにするだとか、大きくデザインは変えずにその何か一部分をちょっと加工し直したりとかして新しいものに生まれ変わらせる、生まれ変わらせるというかバージョンアップですよね。そういったリフォームがあります。2つ目はですね、なんて言ったらいいのかな、セミオーダーのジュエリーリフォームになります。ジュエリーリフォームをしたいジュエリーありますよね。その中のメインのお石をですね一旦外しまして、カタログとかで見ていただきながらサイズの合うその既製の土台、既製枠ですよね、それに乗せ替えるジュエリーリフォームです。多くの方はジュエリーリフォームをそのセミオーダー、既製枠に乗せ替える方法をイメージされるんじゃないかなと思うんですよね。そちらの方法もご希望のデザインがぴったりと合えばもう本当に一番お値打ちに出来上がるので、それはすごくおすすめをさせていただいてますね。ただ先ほどお話ししたようにメインの宝石を乗せ替えるのがデザインの主流になるので、お持ちのジュエリーのいくつかから、宝石を取り出してそれをこのデザインに一つに収めたいっていうのはなかなか難しいんですよね。なのでデザインの自由度はちょっと狭まります。ただリーズナブルに済むことが多いですよっていう方法になります。そして3つ目は、今私がメインで行っているものにもなるんですけれども、オーダーメイドのジュエリーリフォームですね。こちらの方はもう本当に自由に一からデザインを描かせていただくので、お手持ちのジュエリーを全部見せていただいて、この中でどれを使いましょうかっていうのを選んでいただきながら、アイテムも自由ですしデザインもお好きなようにボリュームのあるものから華奢なものまでいろいろともう本当にお好きなようにお作りができますね。全て一点物になりますので手間がかかりますから、先ほどお話しした1番目や2番目に比べるとお値段は少し上がる場合が、ほとんどじゃないかななんて思います。でそれでもう一つのお題の一番ジュエリーリフォームをご検討される方が気になっているところ、あとご不安に思っているところというのは、結局思い入れのあるものだったとしても新しくね購入した方がお値打ちに出来上がるんじゃないのというか、買った方がお値打ちなんじゃないの、お安いんじゃないのって言われるところだと思います。確かに店頭で見ていただくようないわゆる企画品というものはすごくお値打ちなものがあるんですよね。そのお値打ちな理由というのはいろいろありまして、お値打ちなものだから質が悪いとか作りが悪いというわけではないんですよね。企画品というのはですね、だいたいこういったデザインにしたい、こういった商品を作りたいという企画がありまして、まずそのデザインの時点で工賃をなるべく抑えた作り方がされているデザインだったりとか、もともとサイズの揃ったある程度の数の材料があって、材料というのは宝石のことなんですけれども、それを使って作れるデザインはないかっていうところからスタートしてるんですよね。そうしますともともとがすごくね、そのリーズナブルにご提供できる工夫がもうすごくしてあるところからのスタートですので、
使われる材料に対してすごくお値打ちにお求めいただけることが結構多いと思うんですよね。ただジュエリーリフォームというのはお客様からお預かりした世界に1個のジュエリーをまた新しい世界の1個に作り変えることですので、もうそもそものスタートが違うんですよね。やはりその既製品のたくさん作ってお値打ちに楽しんでいただきたいっていう目的のジュエリーと、せっかくのジュエリーをまた新しいものに変えてまた身につけていきましょうっていう目的のジュエリー、またそもそものスタートが違いますので、やはりかかってくる手間賃というのが随分変わってくるんですよね。こういうお話をしますと、じゃあ結局ジュエリーリフォームってお高くなっちゃうんですよねって言われる方がいらっしゃるんですけれども、そこは私ども提案する側の腕の見せ所でして、いろいろと方法があるんですよね。その方法というのは一番最初にお話ししました3つのジュエリーリフォームのね方法あるじゃないですか。それをいかにうまく組み合わせるかっていうところでも変わってきます。でこちらがもうね一つは取り外しちゃったんですけれども、今回私がこれからジュエリーリフォームをするジュエリーの元のペンダントトップなんですけれども、量産される既製品と一点物のジュエリーとで大きく工賃が変わってくるなと思うところは、石座を作るところが一番価格が変わってくるんじゃないかなって思うんですよね。既製品の量産品の場合はこのサイズの石に合わせた土台というのをもう作って、それを何個も何個も何個もジュエリーとして作るんですよね。もしくは土台に合わせたサイズの石を探してくる。そういった風に作りますと、一つ一つ合わす手間がなくて合う石を留めるという方法なんですよね。オーダージュエリー、ジュエリーリフォームの場合は、例えばこちらなんかでもね、今回の私のものでもそうなんですけれども、この宝石のサイズに合わせて石座を作りますので、その分手間がかかってくるんですよね。手巻きと言われる一つ一つ職人さんがこの石に合わせて座を巻いていく、そういった方法が取られることが多いです。そうしますとね、やはり石をたくさん使ったジュエリーというのは高価になってくるんですけれども、そこにも工夫のしがいがありまして、今回はこのペンダントトップはこのねダイヤモンドがついた石座がすごくね丈夫に綺麗に作られているので、これをそのまま利用するんですよね。そういったことをしてあげますと、一番手間と工賃がかかる部分というのがすでに出来上がっていますので、随分お値打ちにジュエリーリフォームをすることができるんですよね。ですのでそういったところのご提案というのは、やはりご提案する側の、経験値というか、こういった方法があるけれどもお客様にとって一番いいのはどの方法かなっていうのを、いろいろ考えてご提案する力じゃないかなと思いますので、やっぱりそれはいろいろな選択肢をご提案できる引き出しの多いジュエラーでジュエリーリフォームをご検討されると、すごくねお客様に合った、しかもお値打ちにジュエリーリフォームを楽しんでいただくことができるんじゃないかなと思うんですよね。ポン・デ・プレジールでは世界に1個のオーダーメイドと言いつつも、ハイブリッドといいますか、お値打ちにできる部分というのはそこをうまく使って、そしてもう職人さんの手作りじゃないとできないところはそこは職人さんに頑張ってもらっていうのをうまく組み合わせて、お客様が望むものを、なるべく良心的なお値段でご提供できるような工夫というのは日々一生懸命考えてご提案をしている、そんな、ジュエラーになります。ですので、まずはそのジュエリーリフォームというのに大まかに分けて3つ方法があるというのを知っていただきたいということと、それをいかにうまく組み合わせてお客様のベストな選択をご提案できるかっていう、ジュエラーの腕の見せ所みたいなところも見極めていただけますと、すごくね作ってよかったなって思われるようなジュエリーリフォームを体験していただけるんじゃないかなと思います。私自身も一ユーザーですので、できればねお値打ちに気に入ったねジュエリーリフォームをしたいんですよね。それは皆様そうですよ。ですので今回は私の場合はこのもともと気に入ってるデザインなので、これを有効活用していかにリーズナブルにお気に入りのまた新しいものに変えるかっていうジュエリーリフォームをしたいなと思っていますので、一連で見ていただくと、なるほどねこういう仕方があるんだっていうのを思っていただいて、じゃあ私もジュエリーをしてみようかなって思っていただけるきっかけになったらすごく嬉しいななんて思っています。
今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルあなたの物語にジュエリーをでは、あなたの物語、つまり人生にですね、ジュエリーを身近に感じていただけるような、そんな配信を続けてまいります。あなたとジュエリーをつなぐ架け橋になりたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。